あなたは今、他人や未来のことに心を奪われ、疲れてはいないか。人にどう思われているか。子供は大丈夫だろうか。将来うまくいくのだろうか。そんな不安があなたの心を締め付けている。でも、思い出してほしい。あなたの人生は他人や未来のためにあるのではない。心が軽くなるためには執着を手放し、今ここに意識を戻すことが必要だ。今日はあなたに執着から自由になる知恵を授けよう。第一章、他人に縛られない心。あなたは本当に自分の人生を生きているだろうか。他人があなたをどう見るか。その視線に心を縛られてはいないか。嫌われたくない、変に思われたくない。そんな恐れから本当の自分を隠して生きていないだろうか。現代社会は常に誰かの目にさらされている。SNS での投稿、職場での態度、家庭での役割。いつの間にか私たちはどう思われるかに怯えて生きている。だが、その思いにとらわれ続ける限り、あなたは自分自身から遠ざかっていく。仏教では、名誉欲もまた、心を乱す煩悩の一つとされる。人からよく思われたいという願いは自然な感情だが、それが過剰になると、苦しみを生み出す執着となる。あなたが、正しくあらねば、と思い詰めるとき、すでにその心には自由がない。誰かの基準に合わせて行動し、誰かの期待に応えるために言葉を選ぶ。そうして積み重ねられた、演じる日々は、やがてあなた自身を見失わせる。あなたが生きるべきは、誰かの理想ではなく、あなた自身の真実だ。本当の自由とは、他人の目を気にしない強さではない。それは、自分の心に正直に生きる覚悟なのだ。では、どうすればその覚悟を育てられるか。まず、自分が何を感じているのか、丁寧に見つめる時間を持ちなさい。他人の意見に合わせようとする前に、私はどう思っているのか、本当はどうしたいのか、その声を聞く習慣を持つのだ。また、小さな場面で構わない。自分の気持ちを優先する選択を、一つずつ重ねていきなさい。例えば、無理して誘いに応じず、断る。本音で話してみる。疲れた日は休む。その一つ一つが、あなたを他人の目から解き放つ力になる。さらに大切なのは、他人の評価が変化しやすいという事実を知ることだ。今日褒められても、明日には批判される。人の心は常に揺れ動いており、その評価は、あなたの本質とは無関係に動いている。そんな不安定なものに、あなたの価値を預けてはならない。本当に大切なのは、私はこれを大切にしている。私はこう生きたい。という、あなた自身の意志なのだ。そして、他人の目を気にしすぎる思考には、ある共通点がある。それは、完璧でなければならない。という思い込みだ。小さなミスや弱さを見せることを恐れて、すべてを演じようとする。だが、人は誰もが不完全であり、その不完全さの中にこそ、親しみと信頼が生まれる。あなたが自分の弱さや本音をさらけ出したとき、周囲の人もまた、心を開きやすくなるのだ。つまり、完璧であることよりも、本物であることの方が、人を引きつける力になる。私はあなたにこう伝えたい。誰かの期待に合わせて作った仮面ではなく、あなた自身の素顔で生きることが、最も美しく、力強いのだ。そして、今日一日、あなたは誰の目のために生きたか。その答えが、私自身のためだった、と言える日が増えるほど、あなたの心は静かに、自由になっていく。私は言う。他人の評価に心を委ねるな。あなたの人生は、あなたの心に従って歩むものなのだ。あなたが本当に恐れているのは、他人の目ではなく、その目によって揺れ動く、自分の心かもしれない。
だからこそ、心の軸を育てることが何よりも大切なのだ。そのためにできることは、今日から始められる。朝、鏡を見て、私は私を信じる、とつぶやくこと。夜、日記に、今日、自分に正直だった瞬間を書くこと。こうした小さな実践の積み重ねが、やがて、揺るがぬ自己信頼を育てる。そして、その信頼は、他人の言葉にも流されず、静かに、しかし力強く、あなたの人生を支えてくれるようになる。私はあなたに伝えたい。あなたは、誰かの期待に応えるために生きているのではない。あなたの心が本当に望む生き方を、今すぐ始めなさい。その一歩が、あなたを、誰の目にも縛られない、本当の自由へと導いてくれるのだ。第2章、子供を手放すという愛。あなたが親であれば、誰よりも子供の幸せを願っているだろう。失敗してほしくない。苦しんでほしくない。安心して将来を歩んでほしい。その気持ちは、愛そのものだ。だが、その愛が知らず知らずのうちに、期待という重荷となり、子供を縛ってはいないか。親が願う幸せの形と、子供自身が見つける本当の幸せは、必ずしも一致しない。それにもかかわらず、親の理想に子供を当てはめようとするとき、そこには愛ではなく、執着が潜んでいる。仏教では、すべての苦しみの根本は、執着にあると説く。子供が思い通りに育たないとき、私たちは焦り、不安になり、怒りさえ覚えることがある。しかしその感情は、子供をコントロールしたい、という、親自身の不安から生まれている。本当の愛とは、相手を自分の望む姿に変えようとすることではない。その人が自分の力で考え、選び、間違い、成長していく過程を、信じて見守ることなのだ。例えば、ある母親がいた。息子に安定した職に就いてほしい、と願い、本人の夢を否定し続けた。だがある日、息子が、もう話したくない、と、心を閉ざしてしまった。母親はそこで初めて気づいた。私は自分の不安を息子に背負わせていたのかもしれない。と、それから彼女は、見守る、という選択をした。数年後、息子は自分の道で生き生きと働き、母と子の関係も静かに修復された。この物語は、特別なものではない。多くの親が、知らず知らずのうちに、良かれと思って、干渉しすぎてしまう。だがそれは、子供の人生を奪い、自立の力を弱めてしまうこともある。仏教では、縁起の教えにより、すべては関係性によって成り立っていると説く。親と子もまた、完全に切り離せない存在でありながら、決して同じ存在ではない。だからこそ、親ができる最も深い愛は、必要以上に手を出さないことだ。手放すというのは、冷たさではない。私はあなたを信じているという信頼と尊重の表現なのだ。それは簡単なことではない。子供が道を誤りそうになったとき、助けたくなるのが親心だ。だがその時こそ、心の中でこう唱えなさい。この子には、この子の学びがある。私の役目は、信じて見守ること。子供は、自分の力で転び、立ち上がる中でしか、本当の力を育てることができない。あなたの過保護は、その成長の機会を奪ってしまうかもしれない。だから私は言う。愛するなら、手放しなさい。信じるなら、見守りなさい。そして、自分の子供であっても、その魂は、あなたとは異なる道を歩む存在であると認めなさい。それこそが、最も深い慈しみの姿なのだ。具体的には、親が手放すべき3つの執着がある。一つは、将来設計への執着。子供に安定した職業、良い成績、
安全な人生を求めるあまり、本来の個性や興味を無視してしまう。それは、あなた自身の理想を押し付けているに過ぎない。二つ目は、正しさへの執着。こうすべき、こうあるべき、と、自分の価値観を絶対視し、それに合わない行動を責める。だが正しさは、人それぞれ違う。あなたにとっての善が、子供にとっての善とは限らないのだ。そして三つ目は、失敗への恐れ。子供が転ぶこと、間違えることを極端に恐れ、先回りして道を整えようとする。だが、転ばなければ学べないことがある。あなたが道を作れば作るほど、子供は自分で歩む力を失ってしまう。それは、愛ではない。それは、支配であり、不安の押し付けなのだ。私はこの子を信じる、と腹の底から思えたとき、あなたの心もまた、静かに楽になっていくだろう。子供が自分で考え、迷いながら進む姿を、遠くからそっと見守ること。それこそが、親としての本当の役目なのだ。私はあなたに伝えたい。手放すことは、愛の終わりではない。本当の愛の始まりである。第三章、未来は幻想である。あなたが今、心に抱えている不安の多くは、まだ起きていない未来に関するものではないか。この先うまくいくだろうか。もし失敗したらどうしよう。老後が不安だ。その問いに答えはまだ存在しない。なぜなら、それらはすべて創造の産物だからだ。仏教では、未来はまだ来ぬものとして、今に集中する知恵を大切にしてきた。将来のことを考えるのは無意味ではない。だが、その想像にとらわれすぎると、今のエネルギーが奪われてしまう。あなたの心が不安に覆われているとき、そこにあるのは現実の問題ではなく、頭の中で繰り返される予測とシミュレーションだ。こうなったらどうしよう。もしかすると、こんなことが起きるかもしれない。その思考は、現実には起きていない。しかし、体は本物の危機と同じように緊張し、ストレスを感じ、心が疲弊していく。これこそが、未来という幻想が、今の心を支配してしまう仕組みなのだ。では、どうすればこの幻想から自由になれるのか。第一に、意識を、今、に戻すこと。仏教の瞑想や呼吸法は、そのための有効な手段だ。深く息を吸い、吐く。その感覚を丁寧に感じることで、心は、今、ここにとどまり始める。あなたが呼吸に集中している瞬間、未来への不安は姿を消しているはずだ。第二に、行動すること。未来は考えても変わらない。だが、今の行動は、未来を形作る確かな要素となる。例えば、健康が不安なら運動を始める。将来の仕事が心配なら、スキルを磨く。心配する代わりに、小さな行動を起こすことで、不安は少しずつ力を失っていく。第三に、最悪のシナリオと向き合うこと。不安とは、未知への恐れだ。だからあえて、最悪の状況を具体的に想像し、それにどう対処するかを考えておくと、心は静まっていく。もしそれが起きたとしても、自分はこう対処できる。そう思えるだけで、未来は脅威ではなくなる。そして、未来を完全にコントロールできる、という幻想を捨てること。私たちは、未来を予測することはできても、その通りに進めることはできない。未来には、他人の意志や自然、偶然など、自分では動かせない無数の要素が関わっている。だからこそ、仏教は、因果を重視する。結果を求めすぎるのではなく、今の選択と行動に集中する。その積み重ねが、やがて最良の未来へとつながる。私はあなたに伝えたい。未来は幻想に過ぎない。だが今は、あなたの手の中にある。その手で何を握り、何を手放すか。
それを選ぶのはいつでも今のあなたなのだ。ここで未来への不安を和らげるための実践的な訓練法をいくつか紹介しよう。一つ目は今できることリストを作ること。不安な時、人はあれこれ考えて何も手につかなくなる。そんな時は紙に今自分にできることを書き出す。書いてみると意外に多くのことがあると気づく。行動の選択肢が見えると心は安心し、漠然とした不安は小さくなる。二つ目は5分間瞑想。静かに座り目を閉じて呼吸だけに意識を向ける。吸っている、吐いていると心の中で言葉にしながら呼吸を数える。考え事が浮かんできたら考えているなと気づいて手放す。ただそれを5分間続ける。たった5分でも心は今に戻り、未来の霧から抜け出せるようになる。三つ目は考えすぎる癖に気づくこと。不安になりやすい人は頭の中でずっと先のことを予測し、最悪のケースを何度も繰り返し想像する。だがそのほとんどは実際には起きない。むしろその思考のせいで日常が楽しめなくなり、ストレスや体調不良につながっている。この癖を断つには今の感覚に意識を戻す習慣をつけることだ。例えば足の裏の感触、手の温かさ、聞こえる音や目に映る光、それらを一つ一つ丁寧に感じるだけで思考は静まり、心は落ち着く。未来のために今を犠牲にするのではなく、今を丁寧に生きることが最も確かな未来への備えになる。私は言う。まだ起きていないことに怯えるのではなく、今目の前の一歩をしっかり踏みしめなさい。それがあなたの心を救う最善の方法である。第4章、縁によって成り立つすべて。どうしてあの人はあんな行動をしたのか。なぜ私の努力は報われないのか。そんな怒りや悲しみの根底には、結果は自分の力で操作できるという思い込みがある。仏教の教えの中核にあるのが縁起。これはすべての存在や出来事は無数の条件と関係によって成り立っているという考えだ。つまり何一つとして単独で存在するものはないということ。例えば一輪の花が咲くには土、水、光、気温、時間、さらには誰かが種をまいたという行為まで無数の縁が重なっている。あなたの人生に起きる出来事も同じだ。あなたの努力だけではなく、他人の関わり、環境、タイミング、偶然に見える出会いや出来事、それらすべてが影響し合って、今の現実が形作られている。にもかかわらず、私たちは、もっと頑張ればよかった。あの人がこうしてくれれば、と、自分や他人を責めてしまう。だが、結果というものは、コントロールできるものではないのだ。仏教では、因果の法則を重視する。良しとは、行い、果てとは、結果。あなたができるのは、良しを整えること。つまり、自分の行動、選択、態度を整えることだけだ。その、良しがどのような、果てを結ぶかは、あなた一人の力では決められない。だからこそ、結果に執着してはいけない。うまくいっても、うまくいかなくても、それはあなたの価値とは関係がない。あなたが誠実に、今、を生きたなら、その姿勢こそが、すでに尊いのだ。例えば、努力したのに認められないとき、意味がなかった、と感じてしまうかもしれない。だが、あなたの努力は、誰かに希望を与えていたかもしれないし、後に花開く種となっているかもしれない。その結果は、今は見えなくとも、確実に、縁の中で生きている。私はあなたにこう伝えたい。結果を追いすぎるな。自分の選択と行いに
静かに集中しなさい。他人があなたをどう見るか、それもまた、あなたには操作できない。誰かがあなたを誤解したとしても、その人にも、その人なりの背景と縁がある。だからこそ、私たちは、どうすれば理解されるかを考えるよりも、自分はどうあるかを整えるべきなのだ。縁起の理解は、人間関係の悩みをも解きほぐしてくれる。なぜあの人は分かってくれないのか、という問いを手放し、その人にはその人の縁がある、と静かに受け止めることで、あなたの心は自由になる。そして、自分の努力が報われなかったと感じたときも、その背後にある無数の縁を思い出しなさい。努力は確かに因ではあるが、それだけでは果てを決められない。だからこそ、結果にとらわれることなく、今日できることを、ただ丁寧に積み重ねなさい。私は言う。縁に生きよう。自分の意志と行いに集中し、結果は天に任せなさい。例えば、職場で認められなかったとしても、それはあなたの価値が低いのではない。上司のその日の気分や、周囲の状況、過去の印象、そういった無数の縁が絡み合っているだけなのだ。だから、過度に自分を責める必要はない。また、過去の後悔についても同じことが言える。あの時、ああすればよかった。なぜあんなことをしてしまったのか。そう思う気持ちは自然だが、その瞬間のあなたにも、また当時の縁があった。体調、心の状態、環境、情報、それらが整っていなかっただけかもしれない。すべての過去には、その時なりの必然があったのだ。縁起の理解は、過去を許し、未来への執着を手放し、今に心を集中させてくれる。あなたにできるのは、今日の行いを整えることだけ。その積み重ねが、やがて予想もしなかった果実を実らせる。例えば、ある女性がいた。長年努力して夢に向かって頑張ってきたが、ある出来事をきっかけに、その道を断念せざるを得なくなった。彼女は深い喪失感に沈んだが、その後、偶然の出会いから、全く別の新しい道を歩み始めた。やがて、その道で多くの人に希望を与える存在となった。彼女の努力も、失敗も、出会いも、すべてが縁としてつながっていたのだ。あなたの人生にも、そうした無数の縁が働いている。それらをすべて理解することはできない。だが、信頼することはできる。私はあなたに伝えたい。結果を求めて苦しむのではなく、縁を信じて、今を尽くしなさい。それが、あなたの心を自由にし、本当の安心と力を与えてくれる知恵なのだ。第5章、放っておくことは慈悲である。放っておく、と聞くと、冷たい態度や無責任な関わりを想像するかもしれない。だが本当にそうだろうか。仏教において、慈悲とは、相手の苦しみを理解し、その苦しみから解放しようとする心を言う。つまり、相手の苦しみを深める関わり方は、たとえ善意であっても、慈悲ではないのだ。親子、夫婦、友人、職場の同僚、あなたは、助けたい、支えてあげたい、と願って、過剰に関わりすぎてはいないか。その結果、相手が自立する機会を奪い、自分自身も疲れ果ててしまう。そんな経験が、あなたにもあるはずだ。本当の慈悲とは、相手の自由を尊重することでもある。この人には、この人の学びがある。私はその学びを邪魔しない。そう心で唱えるとき、あなたの関わり方は、支配から信頼へと変わる。例えば、悩んでいる友人がいるとしよう。あなたは何とかして助けようと、アドバイスを重ね、解決策を提示する。しかし、友人の表情はどこか曇っている。それは、相手がまだ自分で答えを見つける準備ができていないからかもしれない。その時こそ、言葉を減らし、そばに静かにいるという選択が、最も深い慈悲となる。放っておく。とは、
関心を持たないことではない。むしろ、相手の力を信じ、必要以上に干渉しない勇気を持つことだ。子供にも同じことが言える。この子のため、と思って先回りし、道を整えすぎると、自分で考える力や、失敗から学ぶ力が育たなくなる。子供が転びながら歩く姿を、じっと見守ること。その勇気こそが、深い愛の証なのだ。また、放っておくことは、自分自身を守る行為でもある。他人の問題に過剰に関わりすぎると、あなたのエネルギーはすり減り、心が枯渇してしまう。誰かを助けたい、と願うあなたこそ、まずは自分を守らなければならない。そしてもう一つ大切なのは、相手が苦しみを必要としている時がある、という理解だ。人は、苦しみの中でこそ、深く学び、変化し、成長する。だからこそ、相手が苦しんでいる時に、無理に引き上げようとするのではなく、その人のタイミングを待つ姿勢が求められる。愛とは、抱きしめることだけではない。手を離し、そっと見守ることもまた、同じくらい深く、尊い愛の形なのだ。放っておけない、と感じるとき、私たちは、相手を救おうとしているようで、実は自分の安心を守ろうとしていることがある。例えば、相手が悩んでいる姿を見るのが辛いから、自分の中の不安や罪悪感を消したいから、何かをしてあげようとする。それは一見、優しさに見えるが、その奥には、相手を変えたい、という欲望が潜んでいる。慈悲とは、変えたい、ではなく、そのままを認める、ことだ。相手が苦しんでいるなら、その苦しみを否定せず、焦らず、押し付けず、ただ見つめること。それが、真の慈悲となる。また、干渉と支援は異なる。干渉とは、相手の領域に土足で入り込み、自分の考えや感情を押し付けること。支援とは、相手の求めに応じ、必要な時に必要な形で寄り添うこと。その境界を見極めるには、まず自分の心の動きをよく観察することが大切だ。これは本当に相手のためか、それとも自分の不安を消したいだけか、そう問いかけてみるとき、あなたの関わり方は、より静かで深いものへと変わっていく。そして何より、人にはその人自身の力で立ち上がる力が備わっている。今は苦しんでいても、必ず自分なりの答えを見つけ、乗り越えていく力がある。あなたがそれを信じられるかどうかが、慈悲の深さを決めるのだ。私は言う。あなたがそばにいなくても、その人は大丈夫だ。その信頼が何よりの支えになる。愛するとは、すべてを抱えることではない。必要な時に寄り添い、必要のない時は一歩引く。その間合いの中にこそ、人と人との真の信頼関係が育まれる。私はあなたに最後に伝えたい。放っておくことは、深い愛の形。そして、互いの魂を尊重する最も静かな祈りなのだ。いかがでしたか？他人の目や、子供への不安、未来の心配や、思うようにならない現実、そして過剰な関わり。それらすべての苦しみから、あなたが少しずつ自由になること、私は心から願っています。もし今日のお話が皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に100を、また改善点やご意見がありましたら0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々なブッダの知恵を配信していきますので、通知をオンにして次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。